はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。高性能なポータブル電源いっぱい販売しているエコフローっていう会社があるんですけども、最近この会社なんちゃら2っていう名称でいろんな機種の後継機をバンバン出しています。でちょっと前にリバーシリーズの後継機リバー2なんちゃらっていうのを測定してみたんですけど、今回はデルタマックスの後継機デルタ2マックスが登場するということで、いろいろ測定してみたいと思います。で私偶然これの前の機種のデルタマックスを持ってますので、2台並べて何が変わったのかも比較してみたいと思います。でこいつ新しい機能としてなんかスケジュール設定機能とかもあるみたいですので、そこら辺も見ていきたいと思います。でもちろんただ使ってみるだけじゃ面白くないので、いつも通り実用量や充電速度、電気の波形や EPS 機能とかもいろいろ試してみたいと思います。で今回使ってみる機種や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。でこれもしかしたら私が長年欲しかった機能がついに搭載されてる可能性がありますね。で今回測定してみる機種がこれエコフロー社製ポータブル電源デルタ2マックスっていうやつですね。でスペックはと言いますと、重量が 2048W 時、定格出力が 2000W、 X ブースト使用時は 2400W、 最大瞬間出力は 4000W、 バッテリーの種類はリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、充放電サイクルは約3000回以上、これ容量 80% 維持の時ですね。でソーラー発電入力が 500W または 1000W で、重量は約 23kg っていう風になってます。細かい部分は後から前の機種と比較してみていますかね。何はともあれ中身出していきますかね。で中身出すとこんな感じですね。まず入っていったのが AC のコードだけ、もちろん日本のコンセントに挿せる形になってます。それからシガーソケットから充電するためのコード、それから DC に接続するケーブル、そしてありがとうのお手紙や保証書やパンフレットとか、そして最後に取扱説明書で、中身全て日本語で書かれてますので、これ迷うことなく使えるかと思います。では早速本体見ていきましょう。まずは正面からですけども、真ん中に液晶ディスプレイがあって、で左があと何時間使えるかの目安で、真ん中がバッテリーの残量、右上が入力電力、右下が出力電力っていう風になってます。で画面の下の方に USB ゾーンがあって、タイプ A 形状が4口でタイプ C 形状が2口ついてます。で横見てみますと、特に何もないんですけど、上の方にファンの通風口が開いてます。で次は裏側を見てみると、上の方に充電の入力ポートがついてます。左からソーラーの入力ポートが2つ、そして真ん中が AC の入力ポート、そして右が充電速度の切り替えスイッチですね。でソーラーの入力ポート2つあって、1つ 500W まで対応できるということですので、2つで最大 1000W まで入れることができます。最初から2ポート入力できるようになってると、ソーラーパネル複数枚使う場合でも別途並列ケーブルを準備したりしなくていいので楽ちんですね。で下の方に行きますと、AC コンセントが6口ついてます。でさらにその下に行くと、DC12V のシガーソケットと5521の出力ポートが2つついてます。そして逆サイドの側面はさっきと同じで上側にファンがあります。そしてその下にコネクタがついてるんですけども、ここにエクストラバッテリーを2つまで装着することができて、容量を増やすことができます。ここら辺は前の機種と同じですかね。で上側なんですけども、物を置いてくれと言わんばかりの平らですね。でおそらくエクストラバッテリーを上に置いて使っていいはずですので、この上面かなりの耐荷重があるかと思われます。で本体と一体型の持ち手が両方についてますので、これしっかり持つことできますね。
はい、じゃあ次はせっかくなんで新型と旧型比較してみたいと思います。で今2台並べて正面を見比べてるんですけども、はい、この IoT スイッチがあるかないかっていう差だけですかね、ここは。で側面の方に行ってみますと、はい、もはや間違い探しみたいになっちゃってますけども、はい、これ完璧に同じですね。いや、ファンの穴の形状がちょっと違うような気がする。そして次は背面なんですけども、はい、こっちもパッと見は全く同じに見えるんですけども、はい、近づいてみますと、入力ポートの配置がちょっと違うみたいですね。はい、ソーラーの入力ポートが1から2ポートに増えて、若干スイッチのレイアウトが変わったって感じですかね。で逆サイドの側面に行きますと、この面も全く同じに見えますね。これファンの穴がでかくなってるので、なんかちょっとファンの仕様は変わってるんですかね。とはいえそれ以外のところはサイズも含めて全く同じっていう感じになってますね。はい、じゃあ前の機種と新しい機種何が違っているのか表で見ていきたいと思います。で左側が、はい、前の機種のデルタマックスですね。そして右側が今回の機種のデルタ2マックスっていう風になってます。でまず容量なんですけども、はい、前の機種が 2016W 時に対して 2048W 時ということで、はい、これ 32W 時アップしてます。で AC 出力や X ブースト時の出力っていうのは、はい、これ同じですね。そしてソーラー充電なんですけども、はい、前のやつは 800W に対して今回のやつは 500W×2 ということで合計 1000W ということで 200W アップしてますね。でこれ2ポートになることで利便性もアップしてると思われます。そしてバッテリーの種類なんですけども、はい、三元系からリン酸鉄になったということで、はい、いろいろ性能アップしてるんですけども、一番は安全性がかなりアップしたっていうところが大きいですかね。で次は寿命ですけども、はい、前のものが800回に対して今回のが3000回以上で、これリン酸鉄になってるので寿命超伸びてますね。というわけで2200回アップしてますよと。そしてサイズなんですけども、はい、これ全く同じということで性能はアップしてるんですけども大きさは維持してるというところですね。で最後に重量なんですけども、はい、こちらはですね残念ながらちょっと 1kg 増加してるんですけども、これそもそもですね容量がちょっとアップしてるっていうのと、リン酸鉄っていうちょっと重いものに変わってるので、そう考えるとですね 1kg アップに抑えられているというような見方はできますね。でこいつスマホに接続して状況確認や遠隔操作ができたりします。野外では直接スマホと接続しますけども、家にいる時とかは家の無線 LAN に接続して遠隔操作することもできます。で今事前に接続してるんですけど、この画面で接続する機器をタップします。で何が表示されてるのかと言いますと、あと何時間使えるかの残量、それから入力の状態、今何も充電されてないので下 0W になってます。で出力の方をタップすると、はい、これで何が何ワット使ってるかっていうのと、あとタップするとですねここで電源をオンオフすることもできます。で右上の設定ボタンを押すとかなりいろいろ設定できます。ここは充電スピード、充電電力を変更できる項目ですね。こいつ最大 1500W で充電できるってなってるんですけども、その状態でドライヤーとか不意に使っちゃうとブレーカーが落ちる可能性もありますので、そういう時はちょっと低めの電力を設定してあげます。でここはシガーソケットから充電する時の電流の設定ですね。車によっては意外に低い電流でヒューズ飛んだったりするので、ここ設定できるといいですね。それからここは AC 出力の周波数の切り替えで、個人的には重放電レベルの調整ができるっていうのが面白いですね。でここをクリックすると項目が出てくるんですけども、はい、下側が最低何%まで放電するかの設定で、上が最高何%まで充電するかっていう設定です。でバッテリーは満タン状態を維持するとへたるらしいので、ここで上限制限してあげると寿命が伸びるかもしれないです。
で他にも画面が消えるまでの時間やスタンバイまでの時間とかなり細かくいろいろ設定できます。そして今回新たに加わったこのラボ機能で説明を見ると、このスイッチがオンの場合、電源が戻った後に AC 電源ボタンが自動的にオンになります。オフにした場合 AC 電源ボタンを手動でオンにする必要があります。 AC Always On がアクティブな場合 AC 電源ボタンはタイムアウトしません。これまでは本体の電源が落ちた後再起動してももう一回 AC 出力のボタンを押さないと出力開始しなかったですけど、これをオンにすると自動で AC の出力もオンにしてくれるっていうような機能ですね。そしてこの上の自動化というボタン、これ私の中で一番の目玉機能なんですけど、 AC 壁コンセントから充電する時間や曜日、ソーラー充電をする時間帯の設定、それから AC の出力する時間帯っていうのを個別に設定して自動で制御することができるようになります。で想定されるシチュエーションとしては、電気代の安い時間帯だけ壁コンセントから充電させるとか、そういうことができるようになりますね。あと卒フィットで売電用の電力が昼間いっぱい余っているっていう人はその時間に充電してもいいかもしれないですね。そう私以前こういうことがやりたくて、スイッチボットっていう電動でスイッチを押す機器を使って無理やりボタンを押して実現してたんですけども、こいつを使うと同じようなことがアプリ上で細かく簡単にできるようになるってことですね。いやこれ使い方によってはかなりいろいろなことに応用できそうですね。はい、スマホで遠隔操作できるっていうことはつないである機器も遠隔操作できるはずですね。というわけで電気スタンドを 100V に接続してスマホから電源をオンにしますと、はいつきましたね。これで離れたところに置いた機器を遠隔でオンオフすることができるようになります。次は一体こいつ何がどれだけ動くのかやってみたいと思います。まずは USB ですね。ここにつながるだけ線をつないでみます。まずは USB Type-C をスマホに接続して、はい充電できてますね。次は10インチくらいのタブレット、これも差し込みますと、はい電気がついてちゃんと充電できてますね。次は自動首振り機能付き扇風機、これ最近買い替えたやつなんですけど LED 照明やタイマー機能、それから360度首振りを続けることができるっていう面白い機種ですね。ちなみにリモコンもついてます。でここに接続しますと、はい充電されてるって感じになってますね。次は冷風扇、これも USB を差し込みまして電源を入れますと、はいちゃんと動いてますね。 USB 関係は今この4台が同時に給電されてる感じなんですけども、この時の消費電力はと言いますと約 15W。 まだまだ全然余裕ですね。次は 12V 系ですけども、使ってみるのはこれポータブル冷蔵庫です。こいつマイナス20度まで冷やすことをできます。これを DC の差し込み口に差し込んで、はいちゃんと動いてますね。せっかくなんで最低温度のマイナス20度で運転します。では冷蔵庫を追加したら何ワットになったかと言いますと約 50W。 まだ余裕です。次は寒い季節に欲しくなる電気毛布です。これをのれん分けコネクター使って差し込みますと、はい音はしないですけど電源入りました。ではこの状態で消費電力何ワットかと言いますと約 70W。 はい次は 100V 系ですけども、使う機器はこれポータブルスポットクーラーの感激くんです。でコンプレッサー積んでる機器って結構動かせないポータブル電源多いんですけども、果たしてこれは動かせるかなと。では電源入れてみます。はいだんだん音が盛り上がってきましたね。ちゃんと動いてるみたいです。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい約 160W。
まだ余裕ありそうです。次につないでみるのが超小型セラミックファンヒーター。これちっちゃい割に結構電力食うんですよね。ではこいつを接続して強で運転します。はい、風が出てきましたね。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約1200ワットで、次につがえてみるのがこのカーボンヒーターで、これかなり省電力なモデルなんですけども、200ワット400ワット切り替えて使うことできます。ではこれを200ワットにセットして、この時の消費電力はと言いますと、はい、約1400ワット。次につないでみるのがこれドライヤーです。ではこれを温風の中運転に設定して、はい、この時の消費電力はと言いますと、はい、約1800ワット。もうちょっといけそうな気がしますね。というわけでマックス運転に切り替えてみますと、はい、この時の消費電力はと言いますと、はい、約2600ワット。思いっきり定格超えちゃいましたけど、まだなんとなく動いてますね。はい、電源が落ちてしまいましたね。本体も A 新聞の電力がなくなってエラーメッセージ出てます。でこんな時はこいつのスーパー機能 X ブーストを使ってみます。設定方法はスマホでここのボタンを押してオンにするだけです。さっきちょっとオーバーしすぎたのでカーボンヒーターを200ワットに落としてから再びドライヤーをマックスで運転します。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約2000ワット。さっきは2000ワット超えて上がってってましたけども、はい、今は2000ワット程度に落ち着くように制御されてます。というわけでいろいろつないできたんですけども、まずポータブル冷蔵庫と電気毛布、それからポータブルスポットクーラー、そして強運転の超小型セラミックファンヒーター、200ワット駆動のカーボンヒーター、それからマックス運転のドライヤーで、 USB 機器が小型扇風機とタブレットとスマホと冷風扇。今これら全部の機器がこのポータブル電源1台で全て動かせていますね。こんなに同時に使うことそんなにないんですけども、これだけ同時に動かせれば何かあっても安心ですかね。次は騒音測定してみたいと思います。今ファンがフル回転している2000ワットで動いてるんですけども、この状態で1メートル離れたところの騒音はと言いますと、約41デシベル。閑静な住宅地の昼や図書館内と同じ音量レベルです。めちゃくちゃ静かですね。ちなみにファンの排気口がある方向からも測ってみたんですけども、はい、ほぼ同じ数値っていう風になってますね。ちなみに何もない時の部屋の暗騒音は約39デシベルでした。次は AC100V の電気の波形を測ってみたいと思います。で使うのはこれオシロスコープです。で電気の波形は大きく分けると正弦波、疑似正弦波、区形波っていう3種類があって、正弦波っていうのが家庭用コンセントに来てるような綺麗な波で、疑似正弦波と区形波はなんとか正弦波に近づこうっていう風に頑張ってるような波形ですね。で正弦波はほぼ全ての電化製品使えるんですけど、疑似正弦波や区形波は結構使えない家電があったりします。特にコンプレッサー積んだ電動機なんかに区形波を入れるとぶっ壊れる可能性が高いので注意が必要です。はい、で今何してるのかと言いますと、これ専用に作成した端子台にプロボを接続して電気を取り出そうとしているところです。ちなみに 100V の波形の測定って危険なので自信のない人はやらない方がいいです。
では早速 AC100V の電源を入れています。はい、波形が出てきましたね。でどうなってるのかと言いますと、間隔狭くて分かりにくいのでちょっと大きくします。はい、かなり大きくしたんですけども、変なガタガタとかなくて綺麗な波形ですね。この真ん中曲線が切り替わる時にちょっとピヨってしてますけど、この程度であれば特に問題なく使えますかね。で下の方に出ている60点ちょめちょめっていうのが周波数なので、今 60Hz が出力されてるって感じですね。はい、じゃあ次は AC100V のところから本当は何ボルトが出てるのか測ってみたいと思います。で使うのはこれ、ちょっとごっついテスターです。これを挿して測ってみますと、はい、ほぼ 100V ぴったりというわけで、日本のコンセントと同じ電圧ですので、ほとんどの機器は安心して使えるかと思います。でこいつ無停電装置 EPS っていうのがついているので、その切り替え速度測定してみたいと思います。ちなみに無停電装置って何なのかと言いますと、普段は壁コンセントから電力を取っていて、停電した瞬間に内部の電源に切り替えて、停電してもそのまま使い続けることができるっていう機能ですね。で参考までに蛍光灯を取り付けて光らせておきます。はい、で今壁コンセントから給電されている形なんですけども、この状態でコンセントを抜きますと、はい、一瞬蛍光灯がちらつきましたけども普通に光ってますね。で今ポータブル電源から電気が給電されていて、オシロスコープの方にも変化が計測されているはずなんですけども、はい、真ん中の方にちょっとピヨっていうのが出てますね。じゃあちょっと拡大してみて、はいはい、波形がおかしくなってるところが見えてきましたね。ではこのおかしくなっているところの間隔を測定してみますと、はい、画面左下の一番上の項目デルタ X っていうところが切り替え速度になりますね。じゃあ何秒で切り替わってるのかと言いますと、24.8 ミリ秒で切り替わってるってことになってます。ちなみに復帰する時の秒数も測ってみたんですけども、デルタ X イコール 17.2 ミリ秒ってなってますので、復帰する時の方が速度が速い感じですね。でこれ人間には気づかれないような速度で切り替わってますけども、電気機器って結構敏感なやつもいるので、気づいて反応する場合もありかと思います。はい、では次は DC12V 系の実用量がどれだけあるのか測定してみたいと思います。で使うのはこれ、電力量計です。で電力を消費する機器は何かと言いますと、はい、ポータブル冷蔵庫です。では配線を接続して、今の測定状態はと言いますと、約 12.4V くらいで 37W 程度を消費しています。では時間を置いて見ていくんですけども、経験上普通に冷蔵庫使ってるとめちゃくちゃ時間かかるので、蓋を開けっぱなしにして、さらに扇風機で冷気を追い出しながら実験します。はい、結構時間経ったんですけども、どうなってるのかと言いますと、冷蔵庫は停止して本体も 0% になってますね。で最終的に何ワット時伝えたのかと言いますと、1656ワット時使えたってことになってますね。あれ、スペックの2048ワット時に足りないじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、リチウムイオンバッテリーは完全に放電するとバッテリーを傷めてしまうので、ちょっと手前で止める安全機能がついてます。あと気温や個体差でも若干変化しますね。
では実際何%伝えたのかと言いますと、計算するとはい 81% 使えたってことになってます。で世の中80から 90% っていう製品が多いんで、81% は一般的な数値かと思います。でこいつおそらくバッテリーの接続方法が 12V じゃなくて 50V 程度と思われるので、この場合途中で一旦変換ロスが入りますので、いつものバッテリー直の 12V の測定よりは不利な条件になってしまいます。はい、では次は充電実験やってみたいと思います。で実はこいつ X ストリーム充電っていうめちゃくちゃ高速な充電機能を持ってます。では早速充電するんですけども、付属品の中には AC アダプターっていうのはついてません。じゃあどうやって充電するのって言いますと、 AC コンセントのケーブルを直接本体に挿して 100V を入れて充電します。それでは電力量計を間に挟んでコンセントに差し込みますと、はい、充電が開始しましたね。じゃあちょっと早送りしていますかね。だいたい 600W くらいで安定しましたかね。あ、そうだ、こいつ充電速度変えれるんだった。というわけで今 600W になってますので、はい、これを最大にして充電したいと思います。アプリでは最大 1800W って記載されてますけども、取説の方には最大 1500W って書いてるので、そっちの速度が出るはずですかね。それではこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、表示が 100% になって充電完了してますね。では 100% になった時の経過時間はと言いますと、1時間47分。2時間かかってない超高速充電ですね。ちなみに 80% までの充電であれば87分で到達しています。ちなみに充電に使った電力量はと言いますと 2.41kW 時でした。はい、次は AC100V の実用量測定してみたいと思います。で測定に使うのはこれ 100V 用の電力量計です。電気を使う製品はこれ、さっきも使ったカーボンヒーターでは、こいつを 200W で稼働します。で実際何 W 消費しているのかと言いますと、本体では約 187W で電力量計では 197W っていう風になってます。ではこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、結構時間が経ったんですけど、ヒーターが停止して表示も消えています。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、 1.69kW 時イコール 1690W 時使えたってことになってます。で 12V からの変換効率を計算すると約 102%。 あれ 100% 超えちゃってるじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、バッテリーの組み方が 12V じゃない機種で DC12V の変換効率が低くて AC100V の方が変換効率が高いっていう場合はこういう数値が出てきます。というわけでこいつ、この実験の機器の使い方では AC100V の方が多く使えそうですね。ちなみにスペックから AC100V 直の変換効率は約 83%で、これは世の中70から 80% っていう製品が多いので 83% はなかなかな数値かと思います。はい、というわけでエコフローデルタ 2MAX いろいろ見てきたんですけれども、安定の高性能でした。リン酸鉄を搭載することにより高寿命化っていうだけじゃなくて、いろんな機能が微妙に底上げされてる感じですね。個人的には騒音が低減されているような気がしますね。
そしてなんといってもスケジュール機能。これで好きな時間に充電させたり放電させたりソーラー充電したりもできるので、卒フィットやオフグリッド、ソーラーパネルを使った節電とは非常に相性がいいですね。というわけで、超長寿命だけど全部入りの高機能で容量拡張できるポータブル電源が欲しい人、卒フィットや深夜電力、ソーラー充電を好きな時間にオンオフさせて節電したい人、そして防災用に何でもできる機種を手元に1台置いておきたいっていう人にはぴったりかもしれないです。ちょっと今回実験してみる時間がなかったんですけど、このスケジュール機能うまく使いこなせばなんかいろいろできそうですね。で、最新の価格情報やお得なキャンペーン情報っていうのが入りましたら、下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、ちょくちょく覗いてみてみてください。はい、これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね、動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではこっちチャンネル GT ワークでした。